報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第50話、五大魔族が使った封印符。証拠はねえがな。ただ、連中が動くと必ず不幸が広がる。病や暴動、戦の影全部だ。天使は低く笑った。お前らも気をつけな。深入りすりゃ、この町で二度と朝日を拝めねえ。ユーマは肺大きい。深く息を吐く。確証はない。だが、点と点が線になり始めている。宿に戻る帰り道。夜の市場はひっそりと静まり返っていた。昼の喧騒が嘘のように消え、石畳に月光が白く落ちている。イーナがぽつりと漏らす。北光寮に送られてる薬草。本当に治すためのものなのかにゃ。もし坂だったら、その言葉に3人の足がぷたりと止まった。セレスが夜空の月を見上げた。月影商会はただの闇商会じゃない。五大魔族の封印符を扱える人間が背後にいる。そんなこと、普通じゃありえないわ。犬の遠声が夜に溶ける。確かめなくては。この街を覆う影の正体を、表通りを外れた瞬間、空気が変わった。気づいた。隣を歩くセレスが、白くささやいた。ああ、足音が増えてるな。ユーマの手に、つららの盾が音もなく現れる。気配は3つ、いや4つ。背後を取り囲むように迫ってくる。イーナも小さくうなずき、探検を抜いた。歯に走る稲妻の文様が月光を吹く。完全に囲まれたにゃ。次の瞬間、黒い街灯の男たちが姿を現した。三日月の印が腕に浮かぶ。月影商会の見張りだ。お病後の旅人がこんな裏道にいい。声は軽いが、その背後に潜む殺気は隠しようもない。よそ者がうろつくには遅い時間だな。先頭の男が鼻で笑い、片手を掲げる。暗がりの中で歯の鈍い光が一斉に立ち上がった。ユーマは即座に盾を構え、仲間を背にかばった。悪いが、今は道を譲ってもらうぞ。そうはいかない。合図をすると同時に、影が一斉に飛びかかってきた。イーナの探検が電光とともにひらめき、敵の目を焼く。金属を吹く音が夜に響き、ほとりがひるんだ。下がって。来光の一線が武器を引き腕をかすめる。男はうめき声を上げて後退した。一方でセレスは杖を掲げ、福く栄翔を紡ぐ。氷鏡映し窓へ。路地の壁一面に透き通った氷の鏡が次々と浮かび上がる。姿が複雑に反射し、どれが本物か判別できなくなった。敵が振るう刃は鏡に吹かれ、脚光を浴びた彼ら自身の影が不気味に揺らめく。剣惑の魔法だ。魔術師か。見張りたちは焦りをあらわにし、動きがなまる。ユーマはその隙を逃さなかった。盾を構えて前に踏み込み、相手を壁際に押し付ける。鉄と肉のぶつかる音が響き、男がうめき声を上げて崩れ落ちた。いいな。セレス、抜けるぞ。3人は一気に駆け抜ける。背後で氷の鏡が砕け、敵の土星が響いた。だが、追撃はすぐに止まった。イーナが肩越しに振り返り、息を切らしながら言う。変にゃ。あれだけ囲んでおいて、本気で仕留めに来なかった。それに動きが妙に統率されてた。セレスもうなずき、眉間にシワを寄せる。氷鏡に映ったわ。後ろで、まだ見ているだけの影がいた。手を出す気配もなく、私たちの動きを観察していた。ユーマは奥歯を噛む。つまり、今のはお試しってことか。俺たちの力を測るために、宿の灯りが見えてきても、3人の緊張
せつけよう。私たちに見ていると知らせるためのその時、扉が深い目に叩かれた。3人が警戒の目を交わすと、ユーマが盾に手をかけて応じる。俺だよ、エルムだ。扉を開けると少年が立っていた。疲れが残る表情だが、音見は迷いがなかった。妹の熱が下がったんだ。ありがとう。リーナが少し照れくさそうに腕を組む。薬草師のばあさんがいい仕事しただけにゃ。でもエルムは首を振った。違うよ、俺一人じゃ何もできなかった。だから力になりたいんだ。あんたたちが追ってる月影商会のこと、俺にも手伝わせてほしい。静寂。ユーマがその瞳をじっと見つめ返した。危険だぞ。本当にいいのか。静かに問いかけると、少年は力強くうなずいた。わかってる。でも妹だけじゃない。貧民区じゃ同じ症状で倒れるやつがどんどん増えてる。腐った水も怪しい薬もあいつらが流してるんだろう。エルムは拳を握りしめ、声を震わせながら続けた。俺はずっと見てるだけだった。でももう嫌なんだ。その目に嘘はなかった。ユーマはゆっくりと笑って右手を差し出した。わかった、歓迎するよ、エルム。少年は目を丸くしてその手を力強く握り返した。翌朝、ユーマたちは冒険者ギルドにある資料室を訪れた。昼間は依頼や報酬を求める人々でにぎわうギルドも、奥の書庫は別世界のように静かだった。誇りの舞う本棚でセレスが古い書物をめくる。やがて指先がぷたりと止まった。あったわ。ページに描かれた三日月の封印符。古代魔族が使った禁忌の印。魔力を封じ操り、時に増幅させる。かつて人の国を滅ぼした呪いの象徴よ。イーナが顔をしかめる。じゃあやっぱり魔族が関わってるってことを。セレスは静かにうなずいた。師匠の言葉通りだわ。封印は忘れられた時、必ず誰かの手で解かれる。今まさにそれが起こってる。ユーマが拳を握りしめる。月影商会の背後に魔族がいる。もしそれが事実なら、これはもう町だけの問題じゃない。イーナは机を軽くはたき立ち上がる。じゃあ決まりだにゃ。裏で何をやってるのか、この目で確かめる。重苦しい空気の中、3人の進む道だけははっきりしていた。闇は深い。でももう退くわけにはいかなかった。続く。次回第51話、魔族の